夢とは何か、自分の夢を持っていますか？夢を持たなければ何も始まらない。森林太郎。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は森林太郎の言霊を紹介していきます。この言葉は昭和初期の日本の経済状況を反映したものとして語られることがありますが、森林太郎自身の直接的な発言ではありません。それでもこの言葉には夢を持つことの重要性が込められています。当時の困難な時代、夢を持つことが生きる力や行動の原動力となると考えられていました。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆さんのパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず森林太郎のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を深掘りしていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルさん。今日は森林太郎について学んでいくよ。森林太郎の名前は知らなくても、森鴎外という名前なら聞いたことがある人も多いかもしれないね。森鴎外ってあの有名な作家さんのことですよね。でも森林太郎って本名なんですか？なんだか面白い名前ですね。その通り、森林太郎は本名で明治から大正時代にかけて活躍した作家であり、医師や軍医でもあったんだ。彼は1862年島根県津和野で生まれたんだよ。作家だけじゃなくてお医者さんでもあったんですか？すごすぎます。どんな環境で育ったんですか？森家は代々医者の家系で、彼もその影響を受けて幼い頃から優れた教育を受けていたんだ。特に語学の才能が際立っていて、15歳で大学に進学し、東京大学医学部を卒業しているんだよ。15歳で大学？そんな早くから医学を学んでたんですね。どんな学生生活だったんですか？彼は医学を学ぶだけでなく、文学や哲学にも強い興味を持ち、ドイツ留学を経て知識をさらに深めたんだ。こうした幅広い学びと経験が彼を多彩な人物へと成長させたんだよ。森林太郎さんが活躍した時代ってどんな時代だったんですか？昭和初期ってなんとなく大変そうなイメージがあります。いいところに気づいたね。ただ森林太郎が活躍したのは昭和初期ではなく、明治から大正時代なんだ。その時代もまた激動の時代で、日本は明治維新を経て急速に近代化が進む一方、社会の格差や不安定さも抱えていたんだよ。明治や大正時代もそんなに大変な時代だったんですね。具体的にどんな状況だったんですか？例えば明治時代には産業が発展する一方で、農村部では貧困が広がり、人々が新しい社会に適応する必要があったんだ。森林太郎はそんな時代の中で、医学や文学を通じて人々の心に光を灯すことを目指して活動していたんだよ。医学や文学って全然違う分野なのに、どちらも社会を支える力になったんですね。すごい。そうだね。森林太郎はどんな時代でも人々が夢を持つことの大切さを信じていたんだ。その思いは彼の作品や活動を通じて今なお語り継がれているんだよ。夢を持たなければ何も始まらないってとても力強い言葉ですよね。この名言にはどんな背景があるんですか？この言葉には困難な時代を生きる人々に夢の力を伝えたいという森林太郎の願いが込められているんだ。夢はどんな苦境の中でも行動の原動力になる。彼は夢を持つことでどんな状況でも前向きに生きる力が湧くと信じていたんだよ。夢が原動力になる。確かに目指すものがあれば頑張れる気がします。その通り、森林太郎自身も医学や文学をはじめとした多くの分野で挑戦を続け、その過程で夢の力を信じていたんだ。彼の多彩な経験がこの言葉に説得力を与えているんだよ。すごく心に響きますね。私も何か大きな夢を見つけたいです。きっと見つかるよ。この名言は夢を持つことがどんな時代でも
私たちの生きる力になることを教えてくれる言葉だね。森林太郎さんが夢を持たなければ何も始まらないという言葉を残した時代ってどんな状況だったんですか？いい質問だね、ハミルさん。その時代も大きな変革の時期で、特に明治時代後期から大正時代は、日本が急速に近代化を進める一方で、社会的な不安定さや貧困が広がっていたんだよ。なるほど。経済的に大変な時代だったんですね。その通り、明治から大正にかけて、特に農村部では失業や貧困が広がり、多くの人々が将来に希望を見出せない状況に陥っていたんだ。しかし、森林太郎は、そうした困難な時代だからこそ、人々に夢を持ち続けてほしいと強く信じていたんだよ。夢を持つことで、現状を乗り越える力が生まれると考えていたんだ。夢が未来を切り開く、なんだか希望が湧いてくる言葉ですね。森林太郎さんはどうして夢を持つことがそんなに大切だと考えたんでしょう？それは彼自身の経験が大きく影響しているんだ。森林太郎は医師としても作家としても多くの成功を収めたけれど、その背景には常に自分は何をしたいのか、どんな未来を作りたいのかと自問自答し続けていた姿勢があったんだよ。彼はどんなに忙しくても自分の進むべき道を見失わないようにしていたんだ。自分に問いかけ続けるってすごく深いですね。でもそれって簡単なことじゃない気がします。その通りだね。でも夢があると困難な状況でも進むべき道が見えてくるんだ。森林太郎が医学や文学で成功したのもただの才能だけではなく、自分の夢を持ちそれを追い続けることで困難を乗り越えてきたからなんだよ。じゃあ森林太郎さん自身が夢の力を証明していたんですね。夢を持たなければ何も始まらないってすごく前向きな言葉ですよね。でもどうしてこの言葉が今でも共感を呼ぶんでしょう？それはこの言葉が時代や場所を問わず人々に希望を与え続けるからだと思うよ。夢を持つことは誰にでもできることで、それが何かを始めるための第一歩になるから、どんな時代でも共感を呼ぶんだ。確かに夢を持つだけならどんな状況でもできる気がします。さらにこの言葉には森林太郎自身が多くの挑戦を経て感じたリアルな経験が詰まっているんだ。彼は医師としても作家としてもさまざまな困難に立ち向かい、その経験から得た知恵が言葉に込められているんだよ。だからこそ彼の言葉には説得力があり、多くの人々の心を動かしているんだと思うよ。なるほど。だからこそこの言葉は単なる理想論じゃなくて本当に信じられるものなんですね。その通り、この名言は今を生きる私たちにも夢を持つことの大切さを教えてくれるメッセージだね。それではいつも通り私たちが未来に生かせることをディスカッションしてみるかい？もちろんです。よろしくお願いします。話を進めやすいようにいくつかのテーマを考えてみたよ。話したいものを選んで教えてくれるかい？夢を持つことが行動の原動力になる。困難な時代だからこそ夢が希望を生む。夢を共有することで生まれるつながり。困難な時代だからこそ夢が希望を生むにしたいです。最近ふと思うことがあるんです。私たちが毎日過ごしているこの時代って決して楽なことばかりじゃないですよね。学校のテストとか友達関係とか自分自身の将来について考えると不安になることも多いんです。それで夢を持つことってどういう意味なんだろうって改めて考えてみたんですけど、正直夢を持つって難しいなって感じてしまうこともあります。特に何か壁にぶつかったり困難な状況にいるときはなおさら。でもそんな時こそ夢が私たちを前に進める希望になるんじゃないかなって思うんです。だから今日は困難な時代だからこそ夢が希望を生むについて深く考えてみたいです。確かに
夢があることで前に進む理由を見つけることができるよね。特に困難な状況にいる時ほど夢は心の支えになる。そうですよね。でもその夢を持つことが難しいと感じる時もあります。困難な時代に生きた森林太郎さんの言葉にはどんなヒントがあるんでしょう？森林太郎が活躍した時代背景を見てみると、彼の言葉がどれだけ深いものだったかがわかるんだ。彼はどんな時代でも夢が原動力になると信じ、困難に立ち向かってきたからこそ、その言葉には確信が込められているんだよ。1、夢を持つことが希望を生む理由。夢があると困難な状況でも挑戦する力が湧き上がる。夢があることで目の前の問題に立ち向かう勇気が生まれる。困難な時でも目標に向かって進む力が湧いてくるんだ。どんな小さな夢でも心に明かりを灯し続ける力がある。夢は必ずしも大きなものじゃなくてもいいんだ。小さな夢でもそれが心に光を灯し行動を引き起こす力になる。2、困難な状況を打破するための視点。夢を持つことで目の前の問題を乗り越える具体的な手段が見えてくる。夢を持つことで困難な状況に直面した時でもその先に何を目指すかが見えてくるんだ。小さな達成感が次の行動への勇気を与える。夢を追い続けることで小さな成功が積み重なり、それが次の挑戦へのモチベーションになるんだ。3、夢を共有する力。夢を語ることで仲間や共感者を得るチャンスが生まれる。夢を持つことは周囲とのつながりを深めるきっかけになるよ。共感を得ることで新たなチャンスが広がるんだ。夢が周囲にも希望を広げる力となる。自分の夢が他の人にも伝わると、その夢が共鳴し、周囲の人々にも希望を与えることができるんだ。確かに、夢をただ頭の中で考えるだけじゃなく、語ったり、行動に移すことでもっと希望が広がるんですね。一方で、最近、AI 時代という言葉をよく聞きますよね。AI がどんどん進化して、便利な世の中になる中で、自分の役割ってなんだろうとか、これから人間はどう生きていくべきなんだろうって考えちゃうこともあります。テストの点数や友達関係で悩むのとは少し違うけど、AI が進化していく未来って、すごく大きな変化だと思うんです。そんな時代に、夢を持つことにはどんな意味があるんでしょうか？これからの時代を支える夢ってどういうものなんでしょう？深いテーマだね、ハミルさん。確かに AI 時代に突入する中でこれまでの常識が大きく変わるだろうね。でもそんな時代だからこそ人間が持つ夢はより重要になるんじゃないかな。1、AI 時代における夢の役割。人間が示唆を生かす夢。 AI はデータの処理や分析が得意だけど、こうしたいこうなりたいというビジョンを描く力は人間ならではだよね。夢を持つことは AI には真似できない創造性を生かす原点になるんだ。確かに AI に絵を描かせたりすることはできても、自分が本当に作りたいものを表現したいっていう気持ちは人間にしかないかも。2、AI と共に生きる未来の夢。 AI は競争相手じゃなくて夢を実現するためのパートナーになり得る存在だよね。例えば環境問題を解決するための技術開発や医療の進歩に AI を生かすことだってできる。夢を持つことで AI をどう使うかを決めるのは人間なんだ。すごい。 AI を活用して自分の夢をもっと大きく実現できるかもしれないですね。3、新しい夢を生むきっかけとしての AI。 AI が代わりにやってくれることで人間はもっと自分がやりたいことに集中できるようになるよね。だから AI の存在は新しい夢を生み出すチャンスでもあるんだ。そうか。これまで時間がかかっていたことを AI に任せて、もっと自分らしいことに時間を使えるってちょっとワクワクしますね。これから AI 時代が進む中で人間が夢を持つことは
単に個人の幸せや目標を達成するだけじゃなく、社会全体に新しい可能性をもたらす鍵になるんだよ。じゃあ、夢を持つことって、これからもっと重要になっていくんですね。私も、どんな未来を作りたいかって考える視点を大事にしたいです。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひ、コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日は、ありがとうございました。ここまでご覧いただき、本当にありがとうございます。ここでもう一度あなたに問いかけます。夢とは何か、自分の夢を持っていますか？私たちが直面する困難や不安、そして AI 時代という大きな変化、それらを乗り越えるために、夢を持つことの大切さを、森林太郎の言葉から学ぶことができました。夢を持つことで、自分だけでなく、周りの人々や社会全体に新しい可能性を広げることができる。AI というパートナーと共に、より良い未来を創造していくこともその一つです。夢が希望となり、行動の原動力になるという教えは、これからの時代にこそ必要な考え方なのかもしれません。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄でご紹介した言霊について、やり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。